こんにちは。今日は綺麗な模様編みですっきりとした形のショルダーバッグを作っていきます。ストラップもとても可愛い形になっています。使う糸はこのポリプロピレンの糸。これを2本一緒にして編んでいくので、とてもしっかりとしたバッグになります。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのマクラメヤーン。色はネイビー。材質はポリプロピレン。35g で約45メートル。使用かぎ針の目安は5号。これは今年の糸ではないので 35g と少し多めになっています。後で使った糸の量を書いておくので必要な量の糸を用意します。今回これとこれ2本一緒にして編んでいきます。針は7号。あとマーカーととじ針とライター。この糸は先端がほどけるのでライターで少し炙ってほどけないようにします。この糸はこんな感じでツルツルとしていてしっかりとしています。太さはだいたい2ミリぐらい。今回は2本一緒にして編んでいくので、これでだいたい3ミリぐらい。この糸は少し編みにくいので、ここでサンプルを編むときには違う糸で編んでいこうと思っています。一応この糸もこれで 2.5 ぐらい。これでサンプルを編んでいきます。これから作るバッグの幅は約30センチ。30センチにするために鎖の数は39。39編んでこれぐらいの大きさにします。こっちは以前編んだものです。ちなみにこれは20センチで鎖の数は23。ちなみにこれは横幅24センチで鎖の数は31。お好みで好きな数にしても大丈夫です。で今回はこのタイプ鎖39編でスタートします。で私はここでは小さく編んでいきます。今回の底は2周だけ。あまり難しくありません。まず鎖を編んで1周目を編んでいきます。鎖の数は39。この鎖はゆったりと編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。今回楕円形の底を作るので、この鎖の両端に細編み3つ、細編みをするので鎖を1つ1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。裏から
細編みをする方がきれいに出来上がります。針から1、2、2つ目に細編み。これが1つ目の細編み。1つ目にマーカーをつけておきます。同じところにもう一つ細編み。これで一つの鎖に細編み2つ。ぐるっと編んで最後にもう一つ編んで全部で3つにします。今は2つ。次から1つずつ普通の細編みをします。端の鎖にまた細編み3つ。なので、ここまで細編みをしていきます。端まで来ました。端の鎖に細編み3つ。まず1つ目。これが1つ目。次は2つ目。2つ目を編むときに、この糸端を向こうに寄せておきます。2つ目。次は3つ目。3つ目を編むときには、この糸端を今度は手前に寄せておきます。で、3つ目。これで一つに1、2、3。次から一つずつ編んでいきます。まずこの3つ入れたすぐ隣。この糸端は編みくるんでいきます。ある程度編みくるんだら、この糸端は外しておいて大丈夫です。後でカットします。で、ここにまたもう一つ細編みをします。ここまで一つに一つの細編みをしていきます。スタートしたところまで戻ってきました。マーカーがついた細編みは一つ目の細編み。一つ目の細編みのところに最後の細編み。これで一つの鎖に細編み3つ。こっちも3つで楕円形になりました。最初の細編みに引き抜きます。で、今引き抜いた糸。これは細編みではなくて引き抜いた糸。引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。ここまでは細編み。ここは引き抜いた糸。他と区別するためにマーカーをつけました。次は2周目。2周目は1つの細編みに2つずつ編んでいきます。この端の3つだけ2つずつ。
今、真ん中から糸が出ています。鎖1つ、根元に細編み2つ。1、同じところにもう1つ。次も2つ。これで2つ、2つ。次からは1つずつ。こちらにまた2つ、2つ、2つ。この3つだけ2つずつにしていきます。ぐるっと編んでスタートしたところまで戻ってきます。2周目の終わりまで来ました。マーカーのすぐ手前に細編み2つ。これで1つに2つ。こっちも2つ。ここも2つ。で、ここは引き抜いた糸につけたマーカー、細編みを編みません。最初の細編みにつけたマーカーに引き抜きます。これで底が出来上がりました。次は側面を編んでいきます。鎖4つ。1、2、3、4。隣に長編み。鎖の根元はここ。この隣に長編みをします。これで四角ができました。鎖4つと長編み1つ。次は扇形。今回の模様はこんな感じで編んでいくんですが、この端だけギュッと狭くして編んでいきます。今四角を編んですぐ隣に扇形。扇形は長編み2つ。1、同じところに長編み、鎖1つ、また同じところに長編み2つ。これで長編み4つの扇形、間には鎖1つ。この扇形を編んでいきます。四角と扇形、四角と扇形。次は四角。これからは足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に四角。1、2、3。鎖1つ。足元1つ飛ばして2つ目に長編み。
こんな感じで繰り返していきます。次は扇形。足元、1、2、3。これで長編み4つの扇形。間には鎖1つ。次また四角。端まで来ました。次は四角を作っていきます。こっちと同じようにギュッと狭くして作っていきます。扇の後にすぐ四角。鎖1つで、四角の時の足元を飛ばさないですぐ隣。これで細長い四角ができました。次は扇形。すぐ隣に扇形を作ります。これで扇形、扇形、四角、扇形。これからはと同じ感覚で1、2、3。1、2。で、また、1、2、3。ここまで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきました。四角の後に足元2つ飛ばして3つ目。ここに扇形。
これで同じ形になりました。最初に編んだ鎖、下から3つ目、引き抜きます。上が2本で、下は1本の位置。これで側面の1周目が終わりました。次は2周目。2周目はこの四角の中から糸を出します。このまま四角の中に針を入れます。糸を出してきて、これをかぶせるようにして引き抜きます。これで四角から糸が出ました。ここから鎖を4つ。1、2、3、4。四角の中に針を入れて長編みをします。もう一つ長編み。で、後で一周してから長編みをプラスして扇形にします。次は四角。扇形のこの端から数えて1、2、こことここ、四角を作ります。鎖1つ、ここ、これで四角ができました。で、四角に扇形、でまた扇形に四角、でこのまま一周編んでいきます。ここでも同じ扇形には四角、四角には扇形で四角と一周編んで最後まで編んでいきます。側面の2周目を編んできました。今四角を作ったところ、最初に編んだこの鎖と扇形、同じところに長編みを1つ、長編み、鎖の下から3つ目に引き抜きます。1、2、3、引き抜きます。これで扇形ができました。次は四角。この四角と扇形を繰り返していきます。鎖4つ。1、2、3、4。この長編みの上に長編み。
これで四角ができました。次また四角に扇形。今までと同じです。で、四角。同じように編んでいって、四角に扇形で、この鎖の下から3つ目引き抜きます。次はこの扇形、ここから糸を出してで扇形をしていきます。これを繰り返していきます。側面を10周編んできました。長さは側面から測って約14センチ。ちなみに横幅は30センチ。私はこんな感じで少し浅めにしました。好みによってはもう少し深くしても大丈夫です。次はこのハンドル部分を作っていきます。こっちで見るとこの部分、これは横から見ると台形を編んでいます。これも同じようにマーカーをつけてこんな形にしていきます。マーカーをつける位置は整えて、端から1、2、3つ目の四角と扇形の間、長さは約6センチ。こっちも四角、扇、扇と四角の間、この四角の1つ目の長編みにマーカーをつけます。こっちも四角のこの長編みで、反対側もこんな感じで台形を作っていきます。どちら側から編んでも大丈夫です。今こっちを説明しながら編んできたんですが、ちょっと色が濃くて見にくいので、さっきの糸に戻って編んでいきます。色が変わってしまうんですが、こっちと同じように編んでいきます。マーカーのところから始めます。この四角の長編みの上、同じところ、ここから鎖を2つ、1、2で、足元1つ飛ばして2つ目に未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて、1、2、これで三角ができました。これから斜めのラインを作っていくので、この端の部分は
三角を作っていきます。それ以降は四角。ここは四角で、端ではまた三角。これを繰り返して編んでいきます。この三角の一番上にマーカーをつけます。次は四角。鎖一つ。足元一つ飛ばして二つ目。長編み。これで三角と四角。次また四角。足元は一つ飛ばして二つ目。次はここを飛ばしてここから糸が出ていると思います。この鎖の1、2、3、ここに針を入れて長編み。次からも四角。次はここを飛ばして次。ここを飛ばして次。四角を編んでいきます。ここではまた三角を作ります。ここら辺まで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。足元を見ると1、2、3、4。マーカーを含めて数えて1、2、3、4。次は四角と三角。まず鎖一つで、次は未完成の長編み。1、2。次も未完成の長編み。このマーカーのところ。未完成の長編み。これを一度に引き抜きます。これで三角と四角、斜めのラインを作っていきます。次も三角から始めます。鎖2つ、1、2、裏返して内側から編んでいきます。鎖2つと未完成の長編み。これで三角ができました。マーカーをつけておきます。次から四角。
2段目の端まで来ました。足元を見ると四角が2つ残っています。ここでまた四角と三角を作ります。鎖1つ、未完成の長編み。マーカーのところにも未完成の長編み。これを一度に引き抜きます。これで四角と三角ができました。次も同じように三角から始めます。鎖2つ、裏返して未完成の長編みで三角を作ります。でまた四角、これを繰り返して台形を作っていきます。今足元を見ると四角が2つ、また四角と三角、同じことを繰り返していきます。鎖2つ、三角、足元四角が2つ、でもう一段、鎖2つ、で四角が2つあるので四角と三角、鎖1つ、これで三角と四角と三角、次から長編み編んでいきます。で鎖4つ、1、2、3、4、裏返して長編みを編んでいきます。このマーカーをつけたところ、これで四角ができました。次も四角を作っていきます。鎖4つ、裏返して下の鎖の下から3つ目、1、2、3、
上が2本で下が1本、長編み、次も四角、裏返します。また鎖の下から3つ目、1、2、3、これを繰り返してストラップの長さにします。私は短めにしようと思っています。だいたい作りたい長さの半分ぐらいを編んでいって、で上のところで縫い合わせようかと思っています。これは実際にこの部分を作って、この四角を作って、肩にかけてみて好みの長さにします。両方とも編んできました。この細い部分の長さはここから測って合わせて約30センチ。四角の数は7個。こっちは10個。これを合わせて奇数にします。で、好みの長さになったらこれを縫い合わせます。私は短くしたんですが、もっと長くして普通の感じのショルダーバッグにしても綺麗な形になります。さらにもっと長くして斜め掛けのポシェットにしても可愛いと思います。私はこれぐらいにして縫い合わせていきます。で、片方は糸端を長くします。この糸端を使って縫い合わせます。で、こっちは短い方。で、にじいていないか確かめます。で、これを裏返します。で、同じところに糸端が出ているので、これを1回結んでおきます。で、一つずつ縫い合わせていきます。まず次はこの四角の真ん中のところ、ここには鎖一つがあります。こっちも四角の真ん中のところ、こことここを合わせます。次はこの鎖の下から3つ目、1、2、3、こことこっちの鎖の下から3つ目、これを縫い合わせます。端は
もう一回で、ここでこの糸端をこっちに移動させたいと思います。これを隠しておきます。最後に内側を編んでいきます。こんな感じで長編み2つの扇形、これで一周しています。こっちはすでに編んでいて、次はこちら側、この扇形の大きさがだいたい揃うようにマーカーをつけました。できれば真ん中は扇形で、角にも扇形、ここは細長い部分、ここから四角が始まっています。この四角の一つ目を扇形の中心にします。こことここに扇形、ここが扇形の中心。扇形とその間、扇形と間と編んでいきます。なので、こんな配置になると思います。多少ずれていても問題ありません。で、これで作っていきます。で、また違う糸で編んでいきます。目立たないところから始めます。ここぐらいから同じところ、鎖一つ、長編みで、針を入れるのはさっきも紹介したように一つ目の四角、ここまでは台形で、これが一つ目の四角、ここに扇形を作ります。なのでこの四角に長編み、鎖、長編み、鎖、これで鎖一つ、長編み、鎖、長編み、鎖で、次の四角に引き抜きます。これで扇形ができました。次も扇形、次の四角に長編みを編んでいきます。まず鎖、次の四角、こんな形の模様になります。次も鎖、
これで端まで編んでいきます。最後はこの四角の最後の四角に扇形、最後の四角に扇形を作りました。マーカーのところに引き抜いて扇形、次またここに扇形、次は角になります。この角に針を入れて長編み。まず鎖一つ、角にで、この角だけもう一つ長編みをします。1、2、3。次は正面。こんな感覚で作っていきます。この時は長編み2つ。ここにも扇形、角だけ長編み3つ。で、次はここに扇形、ずっと編んでいてここまで戻ってきます。一周編んできました。今最後の鎖一つ、糸を切ります。最後の鎖から糸を抜きます。針で始末します。これが最初に糸を引き出したところ。手前から向こうに針を入れます。で、この下の編み地も通ります。で、最後の鎖。この鎖の上から針を入れます。これでつながりました。あとは裏で隠します。ほどけないように隠します。ここに糸端があったので、これと結んで、あとは糸端を隠します。これで出来上がりです。
これで出来上がりでも大丈夫なんですが、私は今回ボタンをつけてみようかと思っています。つけてもつけなくても大丈夫です。つける場合はまず表と裏を決めます。私はこっちを表に決めて真ん中にマーカーをつけました。この反対側にボタンホールを作っていきます。真ん中の扇形の両足には引き抜き編みがあります。この幅で作っていきます。まずここ、で同じところ、鎖を3つ、1、2、3、下の V に長編み、鎖、長編み、で次は鎖、鎖は4つ、1、2、3、4で同じところに長編み、これで長編み、鎖4つ、長編み。今回私はこれで 2.5 センチぐらいのボタン、このボタンが通る大きさのこの穴を作りました。このボタンがもっと小さければこの鎖の数を調節します。もっと大きい場合には鎖の数を増やします。でちょうどいいサイズにします。次は引き抜き編みに長編み、で次も同じように編んでいきます。鎖3つ、1、2、3、裏返します。また同じように下の V に長編み、鎖4つ、で長編み、で下の鎖の下から3つ目、1、2、3、長編み、こんな形で作っていきます。これを何個か作っていくと好きな位置で留めることができます。こんな感じでもこんな感じでも好きな長さまで編んでいきます。
また裏返して同じように編んでいきます。私はこれを4段編んでいきます。今1、2、3段目、もう1段ぐらい編んでいこうかと思います。編みながらどれぐらいにしようかと考えていきます。このまま繰り返していきます。4段編みました。長さは約8センチ。私はこれぐらいで良さそうなので、これぐらいで糸を切ります。で、糸を抜きます。ここら辺に段差があるので、これをなるべくなだらかな感じで整えようかと思います。あとはボタンをつけて出来上がりです。ボタンをつけてすべての糸端を処理しました。これで出来上がりです。このボタンはここが厚いので、この間隔は広くしました。で、こんな感じ。で、中に物を入れると適度に透けて春夏らしい感じになります。で、私は細長く、ストラップも短く、でこんなスタイルで作ったんですが、もっと長くして普通のショルダーバッグにしても可愛いと思います。このストラップが可愛いので、好みのサイズにしてください。これでだいたいペットボトルが入るぐらい、とても使いやすいサイズだと思います。で、サイズを測りました。上から下まで20センチ、横幅30センチ、ストラップは30センチ、使った糸は240グラム。最後までご視聴ありがとうございました。